はい皆さんこんにちは。クリエイティブ業界にとんでもないニュースが飛び込んできましたね。今回はですね、私たちのもう皆さんの創作活動を根っこから変えちゃうかもしれない Adobe と ChatGPT の連携、これについてじっくり見ていこうと思います。早速行きましょう。皆さんちょっと想像してみてほしいんですけども頭に浮かんだデザインをですね、たった一言文章にするだけでプロが作った、みたいなクオリティのものがポンって出てきたらどう思います？いやーまるで SF 映画みたいな話ですよね。でもこれもう未来の話じゃないんですよ。なんと、2025年の12月にこれが現実になっちゃったんです。じゃあ具体的に一体何が起きたのかってことですよね。はい、ここからが本題です。このビッグニュースの一番大事なところを一緒に見ていきましょう。今回発表されたのが Adobe と ChatGPT の OpenAI によるまさに画期的なパートナーシップなんですね。これめちゃくちゃ簡単に言うとこのスライドにある通りなんですけど、ChatGPT に普通に話しかけるだけで、プロが使う Adobe のツールを誰でも本当に直感的に動かせるようになったと、そういうことなんです。この話で私が一番すごいなと思ったのが、ここなんですよ。この革命的な機能がなんとですよ。チャット GPT の無料版を使っている人も含めて、すべての人が使えるようになったんです。これって、もう専門家とかプロだけのものじゃないってことですよね。まさに、誰もがクリエイターになれる時代の始めり、そんな感じがします。じゃあ、具体的には何ができるようになったのって話ですよね。気になりますよね。今回は連携が発表された3つの主要なツールを例にして、その実力がどんなもんかね見ていきましょう。さあ、まず1つ目はこちらです。もう画像編集と言ったら、これしかないまさに、絶対王者 Adobe Photoshop ですね。例えばですよ、ここに書いてあるみたいに、チャットでこの写真の背景透明にしてとか、この子の着てる T シャツの色を青に変えてってお願いするだけなんですよ。今までだったら、レイヤー選んで選択ツールで、ちまちまやってみたいな、何回もクリックが必要だった作業が、ほんと一瞬で終わっちゃう。いや、もうまるで魔法の呪文を手に入れたみたいなそんな感覚ですよね。はい、そして2つ目が Adobe Express です。これはね、プロじゃなくても例えば、SNS の投稿画像とか、ちょっとしたチラシとかをすっごく早く、しかもおしゃれに作れちゃうっていう、便利なツールですね。例えば今度やるセールの告知で、インスタの投稿画像3パターンくらい作ってよって頼むだけで、AI がプロもびっくりするようなデザインをポンポン提案してくれるんですよ。これ SNS の担当者の方とか、資料作りが多い方とかは、作業時間がめちゃくちゃ短くなるの間違いないですよね。そして3つ目、これはもう仕事で使わない日はないってくらい、おなじみの Adobe Acrobat です。いつも悩ませる、面倒な PDF の作業が、もうガラッと変わりますよ。考えてみてください。この10ページのレポートを要点だけ教えてって聞くだけで、AI がサクッと1ページにまとめてくれるんですよ。すごくないですか？こんなことができちゃうんです。もうね、これ肌の効率が良くなるっていうレベルの話じゃない仕事の進め方、そのものを変えちゃうまさに生産性の革命だと思いますね。さて、ここまで見てきた個別の機能本当にすごいですよね。でもなんで私がこれを単なる便利な新機能じゃなくて革命だなんて大げさな言葉を使っているのか、その本当の意味ここから一緒に考えていきたいと思います。このスライドがその答えをすごくわかりやすく示してくれています。キーワードは、ズバリクリエイティブの民しか今までって、専門的な知識とか、高いソフトとかそういうのがないと、クリエイティブなことってできなかったんじゃないですか。その高い壁がついに取り払われたのです。これからはアイディアとそれを伝える言葉ただそれだけあれば、いい頭の中にあるひらめきがダイレクトに形になる。そんな時代が本当に始まったんだなぁと。これって AI と人間の関係性が新しくなるってことでもあるんですよね。まず、私たち人間がこんな感じのものが欲しいっていうアイディアを言葉で伝える。そうすると AI が面倒な下準備とか大変な作業を全部やってくれてあっという間に叩き台を作ってくれる。で私たちはどうするかというと、一番クリエイティブで一番楽しい最後の仕上げここに集中できる。この新しい役割分担がこれからのクリエイティブのスタンダードになっていくはずです。つまりですね、頭の中で
これいいなって思った瞬間から、完成品が出来上がるまでの距離が、もう限りなくゼロに近くなるってことなんです。今までだったら何時間も下手したら何日もかかってた作業が、ほんの数分で終わってしまう。このスピード感やばくないですか？これは私たちの創造性をもっともっと加速させてくれるはずです。では、最後にちょっと視点を変えてみましょうか。このとんでもない提携の裏柄には、一体どんな狙いがあるのか。Adobe の巧みな戦略とそしてこの先に、私たちが迎える未来そのあたりを、ちょっと、深掘りしてみたいと思います。Adobe の狙い。これがまたものすごく賢いんですよ。大きく2つあります。まず1つはスライドにあるように著作権的にクリーンで、安全な自社開発の AI Firefly をどんどん使ってもらうこと。これで特にビジネスで使う人たちの、これ使って大丈夫かなっていう不安をなくすわけです。そしてもう一つ、これがまたすごいんですけど、世界中にいる何億人っていう、チャット GPT ユーザーに Adobe のツールって、こんなにすごいんだって体験してもらって、自分たちのファンにしちゃうと、まさに、一石二鳥いや見事な戦略ですよね。もちろんこの動きはここで終わりじゃないはずです。次に彼らが狙ってくるのは、おそらく動画編集のプレミアプロとか、音声編集のオーディションこのあたりでしょうね。そう遠くのうちにあらゆるクリエイティブな作業が、キーボードをカチャカチャ叩くんじゃなくて、言葉で指示するだけでできるようになる。そんな未来が、もう本当にすぐそこまで来てるんだと思います。これまで、一部の専門家だけのものだった想像する力が、ついに私たちみんなの手に渡されたわけです。誰もが頭に描いたものを、自由にそして簡単に生み出せる時代の始まりです。皆さんこのとてつもなく、大きな変化の波の中で、あなた自身は、そしてあなたの仕事は、これからどう変わっていくと思いますか？もし少しでも楽しんだり、役に立ったと感じていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録で応援してもらえると、とても励みになります。最後まで聞いてくださって、本当にありがとうございます。またね。